はい、こんにちは。みはるです。今日は質問でもいただきますし、私自身がずーっと悩んできたジェルどんだけつけたらええねんっていうところのお話を少ししたいなと思います。結構悩まれてる方多いと思いますので、1年経って私なりにですけど、ちょっと勉強したところを皆さんに共有できたらなと思っています。で、まず、私が 100% ね、そのジェルの量を理解してるかどうかっていうと、ごめんなさい。まだ半信半疑でやってます。というのも、1年かけて、いろんなジェルをね、特会引っかい使ってきたっていうのも言い訳ですけど、あるんです。で、本当にジェルによって使う量っていうのは本当に差があるので、ほんまにちょろっとだけでもいけるのもあれば、どんだけ使っても出来上がり見た時にまだもうちょっとこの辺つけた方が良かったんちゃうかってなるものもあるので、正直一概にどれだけの量をつけたらいいんですよっていうお話は残念ながらできないんですけど、感覚として皆さんにも覚えといてもらうと便利ですよっていうところを今日はですね、ご紹介したいなと思ってます。皆さんに養っていただきたい感覚があります。ちょっと想像してくださいね。髪の毛洗いました。で、お風呂から上がります。タオルで簡単に拭くじゃないですか。簡単に髪の毛拭いた後でも、ちょっとそのままじーっとすると、毛先からポッタポタポッタポタポッタポタ水落ちますよね。その感覚を覚えておいてほしいんです。しっかり濡れた状態でジェルをつけてあげるんですよ。そしたら、ある一定の量をつけていくと水が止まります。毛先からボタボタ落ちる水が。ジェルをつけてないと水多分永久に髪の毛乾くまで流れ落ちると思うんですけど、そこがポイントで、ジェルをつけることで水分をもう髪の毛の周りに留めてくれる作用があります。で、まだ髪の毛に水たくさんついてるので、揉み上げるとぐじゅ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 っていう音がしっかりなると。ならないのであれば水を足してください。で、水がポタポタ落ちる理由としてジェルが足りないっていうケースが結構多くあります。で、髪の毛から水分がなくなればポタポタするのは止まるんですけど、それだとダメなんですよね。結局水分足りない状態で乾かすことになるので、きちんと髪の毛に水を留めた形でジェルで水を止めて乾かすっていうのがめちゃくちゃ大事なので、その状態をいかに作るかっていうのが目下私も課題として頑張ってます。ちょっとそれが分かるようになってからやりやすくなったので、確実に。前はもうほんまにどんだけつけたらええんか分からへん状態でずっとやってきてたんで、ちょっとそのジェルが足りないと水が垂れるっていうのを意識しながらつけるようにしたことで、新しい発見も出てきたので、ぜひ覚えていただくといいポイントなのかなと思ってます。実際にちょっとスタイリングをしている動画で確認していきましょう。それではどうぞ。
あんな感じです。まあ実際に動画でのスタイリングも、完璧かどうかって言われるとそうではないんですけど、毎回髪の毛洗ってスタイリングする際は極力水をしっかり髪の毛に含ませた状態にジェルをつけて、水が落ちないところまでジェルをつけてあげるっていうところに意識しながらやってます。はい、ぜひね、ジェルの量全然わからないですっていう方は次回、スタイリングされる際に意識してみてください。それではまたねー。